積んだもんなのだ。今回はアルミの砂型鋳造で使用する道具について紹介するのだ。前回のアルミ溶解炉の動画で意外と質問来てたので動画にしてみたのだ。簡単にだけど紹介するのでまた参考にしていただけたらと思うのだ。溶解炉の燃料は火力出すなら炭の方がいいとコメントいただいたんだけど、灯油使い出したのはアルミを流す時にゴミが入ることがあるからやめたと思うのだ。2年前の動画なんだけどこんなことがあったのだ。今みたいにるつぼについたゴミがアルミを流す直前に落ちるから灯油にしたのだ。何度も溶かして溶解炉からるつぼを出し入れするなら僕は灯油をおすすめするよ。前回も言ったけど、どの燃料を使うにしても火の取り扱いには十分気をつけてほしいのだ。鋳造する時にあったらいいものをリストにまとめたのだ。アルミを溶かすのに絶対必要なのはるつぼ、耐熱グローブ、やっとこ、インゴットの型かな。これだけでも1万円近くするのだ。鋳造したいものを削ったり磨いたりするのにリスク3だ。木枠を作ったりするのにドライバーがあると何かと便利かな。個人的にアルミ磨く時に使うのは赤丸のソフトパッドとサンディングペーパーが削るのも磨くのにもおすすめかな。ベルトサンダーは使う頻度が少ないから余裕があれば買ってみるのもいいかもなのだ。安全面ではメガネ、マスク、アームカバーをした方がいいと思うのだ。これで絶対安全ということはないけど、作業中の気持ち的には楽になると思うのだ。砂型鋳造をやりたいって人は鋳物砂が必要になるのだ。砂は自分でも作れるみたいだけど、僕は作れなかったから売ってるものを買ったのだ。珪砂とベントナイトというものを混ぜるらしいけど、ベントナイトが手に入らなかったのだ。猫砂で代用できると見て試したんだけど、うまくいかなかったのだ。なので砂型鋳造をやるなら砂はネット通販の鋳物砂を買う方が早いからおすすめかな。他に必要なもので100均で揃えられるものはこちら。下の3つは自分で作ることになると思うのだ。木枠はホームセンターで木材をカット、木ネジを買っても2000円でできると思うのだ。ブルーシートは落ちた砂をかき集めるために木の板はあった方がやりやすいと思うのだ。木の板でなくてもいいと思うからそこはお任せするのだ。今度作るものが長めのものになりそうだから木枠を新しく作るのだ。今回は縦450、横220の木材で枠を作るのだ。前回の鋳造後片付けてたら壊れたのだ。廃材から作ってるから耐久性なかったかな。今から作る人はちゃんとした木材で作ることをおすすめするのだ。木枠は素人 DIY でもなんとかなるのだ。今回は少し頑丈に作りたいから 3D プリンターも使ってみるよ。砂型鋳造と 3D プリンターは相性がいい気がするから余裕がある人は1台あってもいいかも。僕が使っているものは4万円なのだ。内側の部品は初めてつけるから効果があるかわからないよ。ネジ3本で固定する予定だったけど1本で様子見るのだ。上下の枠が動かないようにする部品もあった方がいいのだ。これは木でも何でもいいのだ。これがないと上下の枠が噛み合わないと思うのだ。少しガタガタしてるけど使ってみないとどうなるかわからないのだ。ステンレスのパイプはアルミを流す穴を作るものなのだ。なくてもいいけどあったら便利かな。鉄の棒は砂から型を外す時に使うのだ。これは叩ければ何でもいいと思うのだ。タルクは離型剤として使っているのだ。ハケは砂を落としたりタルクを塗るのに使ってるのだ。カメラ用ブロアーは砂を飛ばすのに使っているのだ。これは結構便利だからおすすめなのだ。ヘラは砂を削って湯道を作るのに使うのだ。ネジビットは 3D プリンターで作った型を取るときに使うのだ。テープを使って取るときもあるのだ。これは自分で使いやすいものを選ぶのだ。土ふるいは木枠に最初に入れる砂を細かくするのに使うのだ。マイナスドライバーは砂から獲物を取り出すのにあったら便利かな。押し固める棒とすり切り棒は何でもいいと思うけどある程度硬いものがいいのだ。ボールは不純物をまとめておくのに使っているのだ。マフィンの型は余ったアルミを小分けにするのに使っているのだ。大きいスプーンは不純物をすくうのに使うのだ。ここはお玉でもいいかも。鉄の棒は溶けたアルミを混ぜるのに使っているのだ。
やっとこはそのままだとルツボを持った時にかけてしまうので、先端を加工しといた方がいいと思うのだ。200×170×115 の木枠で砂がどのくらい必要かざっくり計算したよ。エラーになったのだ。5kg しか測れなかったのだ。木枠を除いた重さが 2.3kg だから倍の 4.6kg。5kg あればとりあえず足りそうかな。駆け足になったけど、鋳造に興味があってどんなものが必要か、費用がどのくらいかかるか大体伝わったかな。鋳造を始める人の参考になれば幸いなのだ。次回は鋳造できるの